レッスン1、バーゲンショッピング。アンナさん、こんにちは。この素晴らしいジャケットを$15で購入しました。すごくお買い得だったよね。こんにちは、ジョン。うわぁ、お得だね。どこで見つけたの？ダウンタウンの古着屋に出くわした。彼らはクリアランスセールをしていて、私はその値段に抵抗できなかった。信じられない。リサイクルショップには手頃な価格で隠れた名品が隠されていることがよくあります。購入前に品質を確認しましたか？絶対に。ジャケットを徹底的に検査して、良好な状態で目立った欠陥がないことを確認しました。いい考えだ。たとえそれがお買い得品であっても、その商品が価格に見合う価値があることを確認することが重要です。試着した？はい、やりました。ジャケットが私にぴったりフィットし、見栄えを良くするためには、それを試着することが非常に重要でした。それは賢い。服を試着することで、がっかりすることを避け、適切なフィット感を確保できます。追加の割引は確認しましたか？はい、レジ係に追加割引があるかどうか尋ねたところ、幸いなことに、さらに 10% オフになる継続的なプロモーションがありました。それは素晴らしい。他に割引やプロモーションがあるかどうか、いつでも聞いてみる価値があります。お得な情報を見つけるためのヒントはありますか？一つのヒントは、季節限定のセールやクリアランスイベントに目を光らせておくことです。また、ニュースレターを購読したり、ソーシャルメディアで店舗をフォローしたりすると、割引や特別オファーの最新情報を入手するのに役立ちます。素晴らしいヒント。セールやプロモーションについて知っておくと、ショッピングを楽しみながらお金を節約できます。素晴らしい発見おめでとうございます。ありがとう。購入できてワクワクしています。これは、少しの忍耐と運があれば、信じられないほどのお買い得品を見つけることができることを示しています。あなたもハッピーショッピング。レッスン2、人前で話すことへの恐怖を克服する。アンナさん、こんにちは。人前で話すのは苦労しています。その恐れを克服する方法について何かアドバイスはありますか？こんにちは、ジョン。人前で話すのは難しいかもしれませんが、練習といくつかのテクニックがあれば、間違いなく恐怖を克服できます。一つのアプローチは、人前で話すグループに参加して、それは良い考小さなえのようにことから思えま始めるす。ことです。協力的な環境で練習することは自信をつけるのに役立つと思います。自分で試したことはありますか？はい、あります。人前で話すグループに参加するのは最初は大変でしたが、自分の恐れに正面から向き合い、スピーキングスキルを向上させる絶好の機会でした。それはインスピレーションを与えてくれます。自分のコンフォートゾーンから抜け出すには勇気が必要です。不安を管理するのに役立つ具体的な戦略はありましたか？絶対に。私が助けになった戦略の一つは、話す前に深呼吸をすることでした。リラックスして今この瞬間に集中するのに役立ちました。それは便利なテクニックです。深呼吸は神経を落ち着かせ、明晰さをもたらす。他に効果のあるテクニックはありましたか？視覚化も私にとってうまくいったもう一つの手法でした。自信を持ってスピーチを成功させ、ポジティブなフィードバックをもらえる自分を思い描きます。視覚化はパワフルですね。ポジティブなメンタルイメージを作り出すことで、自己信念を高めることができます。経験豊富な講演者からフィードバックや指導を受けましたか？
はい、グループの経験豊富なスピーカーにフィードバックを求めました。彼らの建設的な批判と指導は、私が改善すべき分野を特定し、スピーカーとして成長するのに役立ちました。それは素晴らしいです。経験豊富な講演者からフィードバックを受けることで、貴重な洞察を得ることができます。グループセッション以外でも練習しましたか？絶対に。グループセッション以外での練習は非常に重要でした。鏡の前でスピーチのリハーサルをしたり、自分を録音して取り組むべき分野を見極めたりしていました。鏡の前で練習したり、自分で録音したりすることは、スピーキングスキルを磨くのに最適な方法のように思えます。時間が経つにつれ、何か進歩が見られましたか？間違いなく。一貫した練習と粘り強さにより、私は次第に自分の人前で話す能力になれ、自信を持つようになりました。それは素晴らしいです。あなたがどのように恐れを克服し、スピーカーとして成長したかを聞くのは刺激的です。洞察とヒントを共有していただきありがとうございます。レッスン3、適切なラップトップの選択。アンナさん、こんにちは。新しいノートパソコンを探しています。何かおすすめはありますか？こんにちは、ジョン。もちろん、手伝うよ。具体的な要件と予算を教えてください。仕事にもレジャーにもノートパソコンが必要です。パワフルでありながらポータブルなもの。私の予算は約$1000です。それは良い予算です。パフォーマンスを向上させるには、高速なプロセッサ、十分なラム、ソリッドステートドライブを搭載したラップトップを検討することをお勧めします。バッテリー寿命の良いノートパソコンも必要です。リモートで仕事をすることが多く、一日中使えるようにする必要があります。絶対に。長持ちするバッテリーとエネルギー効率の高いプロセッサーを搭載したラップトップを探してください。これにより、外出先でも生産性を維持できます。素晴らしいアドバイスです。自由時間にはゲームも楽しんでいます。ゲーム用ラップトップを検討すべきだと思いますか？ゲームが優先される場合は、ゲーム用ラップトップが適しています。通常、専用のグラフィックスカードと高リフレッシュレートのディスプレイを搭載し、ゲーム体験を向上させます。それは有望に思えます。信頼性の高いノートパソコンを提供する特定のブランドを考えていることはありますか？高品質のラップトップで知られる評判の良いブランドには、デル、HP、レノボ、ASUS などがあります。これらのブランドが提供する製品を調べたり、カスタマーレビューを読んだりして、提案をありがとう。さらに詳しい情報をそれら得ることのブランドができます。は必ず調べます。他に考慮すべき機能はありますか？好みに応じてディスプレイのサイズと解像度を検討する価値があります。また、USB、HDMI、SD カードスロットなどのポートが使用できるかどうかも確認してください。良い点です。接続オプションも確認しておきます。他に注意すべきことはありますか？メーカーが提供する保証とアフターサービスを検討することを忘れないでください。問題が発生した場合は、常に信頼できるサポートを受けることをお勧めします。それは重要な要素です。優れたカスタマーサポートがあれば、手間を大幅に省くことができます。貴重なアドバイスをありがとうございます。レッスン4、道順を尋ねる。アンナさん、こんにちは。すみません。この方法で美術館に行けますか？こんにちは、ジョン。いいえ、ごめんなさい。
君は間違った方向に向かっている。博物館は実際には東に2ブロックほど行ったところにあります。ああ、なるほど。知らせてくれてありがとう。そこへ行くための道順を教えていただけますか？もちろん。向きを変えたら、まっすぐ2ブロック歩いてください。そして、その交差点を右に曲がってください。博物館は左手にあります。わかった。だから、向きを変えて、2ブロック直進してから右に曲がらないといけない。美術館は私の左側にあるよね。その通りだ。やった。もし見つけられないことがあったら、遠慮なく他の人に聞いてみてください。ご協力ありがとうございました。本当に感謝しています。博物館に行くのが楽しみです。どういたしまして。お手伝いできて嬉しいです。博物館は探索するには絶好の場所だ。訪問を楽しんで、素晴らしい時間を過ごしてください。私がします。改めて、ご指導ありがとうございます。素晴らしい一日を。レッスン後、留学の準備。ねえ、留学に緊張し始めてるよ。やあ、そこ。少し緊張するのは自然なことですが、留学は素晴らしい経験になり得ます。具体的に何があなたを緊張させているのですか？新しい文化に適応したり、外国で友達を作ったりするのが心配です。ちょっと圧倒される感じがする。あなたの気持ちはよくわかります。他の多くの人があなたと同じ状況にあることを覚えておいてください。新しい人々と出会い、異なる文化について学ぶ機会です。それは本当です。オープンマインドを保ち、その経験を受け入れるように努めます。新しい国で友達を作るコツはありますか？絶対に。一つのヒントは、同じような興味を持つ人々と出会える社会活動やクラブに参加することです。他の人とつながるのに最適な方法です。それは良い考えのように思えます。自分の趣味に合うクラブやグループを絶対探すよ。他に何か提案はありますか？もう一つの提案は、文化の違いを受け入れ、他者について学ぶことに真の関心を示すことです。あなたが彼らの文化を尊重すれば、人々はそれを高く評価します。それを心に留めておくよ。異なる背景を持つ人々と交流するときは、敬意と好奇心が不可欠です。アドバイスをいただければ幸いです。どういたしまして。心を開いて新しい経験に取り組むことが重要です。他に気になることはありますか？そうですね。言葉の壁も気になります。私が留学する国の英語は母国語ではない。それは難しいかもしれませんが、言語スキルは練習することで向上することを覚えておいてください。現地の言語に没頭し、語学学習リソースを活用するようにしましょう。それは本当です。定期的に言語を練習し、言語交換の機会を探すように努力します。コミュニケーションがうまくいくようになるでしょう。間違いなく。練習が鍵です。間違いは学習プロセスの一部なので、間違えることを恐れないでください。旅を楽しみましょう。励ましてくれてありがとう。ポジティブであり続け、このエキサイティングな機会を受け入れるために最善を尽くします。あなたのサポートは私にとって大きな意味があります。どういたしまして。
私はあらゆる段階であなたをサポートするためにここにいます。留学は個人の成長と忘れられない経験のチャンスであることを忘れないでください。あなたのサポートに感謝します。今はもっと自信が持てるようになった。この新しい冒険に乗り出し、視野を広げるのが待ちきれません。それがスピリットだ。冒険に身を任せれば、素晴らしい思い出とより広い視野を持って戻ってきます。幸運を祈ります。ありがとうございます。この機会を最大限に活用します。私の留学旅行の最新情報をお伝えします。気をつけて。レッスン6、旅費の計画。アンナさん、こんにちは。次の旅行の費用が気になります。まずは、フライト、宿泊施設、ビザの必要条件について調べてみます。こんにちは、ジョン。それはいい考えだ。事前に調査しておくと、情報に基づいた意思決定を行い、旅行予算を効果的に管理するのに役立ちます。絶対に、品質を落とさずに手頃なフライトを見つけたい。お得な情報を得るためのヒントはありますか？承知しました。一つのヒントは、旅行日を柔軟に設定することです。平日やオフピークシーズンにフライトすると、運賃が安くなることがあります。それは理にかなっています。旅行の日程を柔軟に保ち、さまざまな選択肢を検討します。宿泊施設についてはどうですか？お手頃で快適な滞在場所を見つけるための提案はありますか？間違いなく、競争力のある価格を提供する信頼できるウェブサイトやアプリを通じて宿泊施設を予約することを検討してください。また、以前のゲストのレビューを読んで、品質が期待に依られているかどうかを確認してください。徹底的にリサーチをして、レビューを読んで、適切な宿泊施設を見つけます。それでは、ビザについてお話しましょう。それについてはどうすればいいの？ビザは、訪問する国によって異なる場合があります。ビザの要件に関する正確な情報については、大使館または領事館の公式ウェブサイトを確認してください。土壇場での遅延を避けるため、申請手続きは十分に前もってビザの要件開始しについては、てください。必ず公式ウェブサイトを確認してください。事前に計画を立てておけば、必要な書類をすべて集めるのに十分な時間が与えられます。その通りだ。必要に応じて、パスポートのコピー、宿泊証明書、財務諸表など、必要な書類をすべて用意しておく必要があります。必要な書類は全部集めて整理しておきます。ビザ申請手続きを円滑に進めるためには、必要なものがすべて揃っていることが重要です。絶対に。十分な準備をしておくと、時間を節約し、不必要なストレスを避けることができます。旅行の予算を立てることを考えたことはありますか？はい。交通費、宿泊費、食事代、観光費など、すべての費用をカバーする現実的な予算を設定する予定です。順調に進むのに役立ちます。それは賢明な決断です。旅行中に予期せぬ出費や緊急事態が発生した場合に備えて、いくらか余分な資金を割り当てることを覚えておいてください。予期しない状況に備えて、追加の資金を必ず考慮に入れます。常に準備しておいた方がいいです。思い出させてくれてありがとう。どういたしまして。事前に計画を立て、出費を意識しておくと、無駄な出費をせずに旅行を最大限に活用できます。他に懸念事項や質問はありますか？現時点ではできません。あなたの指導と洞察に感謝します。
旅行の金銭面での対応に自信が持てるようになりました。お役に立ててよかったです。他にご不明な点がある場合や、さらにサポートが必要な場合は、お気軽にご連絡ください。素晴らしい、そして予算に優しい旅になるどうことをもあり願っていがとうございます。ます。さらに情報が必要な場合は必ず連絡します。この冒険に乗り出すことにワクワクしています。気をつけて。レッスン7、旅を続ける。アンナさん、こんにちは。この英語学習の旅を続けることができてワクワクしています。これまでのところ素晴らしい経験でした。こんにちは、ジョン。それを聞いてワクワクしています。新しい言語を学ぶことは本当にエキサイティングで充実した旅です。現在、英語のどの側面に力を入れていますか？現在、スピーキングスキルの向上と語彙の拡大に取り組んでいます。もっと流暢に自分を表現できるようになりたいです。それは素晴らしい目標です。スピーキングスキルを向上させるには、英語を母国語とする人と会話したり、言語交換パートナーと練習したりしてみてください。ネイティブスピーカーと会話するのは素晴らしい練習方法のように思えます。また、定期的に一緒に練習できるランゲージエクスチェンジのパートナーを見つけるようにしています。それは素晴らしい計画だ。定期的に話す練習をすることで、自信と流暢さが時間とともに向上します。間違いを犯すことを恐れず、そこから学びましょう。それを心に留めておくよ。間違いを犯すことは学習プロセスの一部であり、私はそれを成長の機会として受け入れるつもりです。ボキャブラリーを増やすコツはありますか？絶対に。語彙を増やす効果的な方法の一つは読書です。興味のあるトピックについて英語の本や記事、あるいはオンラインブログを読んでみてください。英語で本や記事を読むのは理にかなっています。新しい単語を学ぶのに役立つだけでなく、さまざまな文体やアイデアに触れる機会にもなります。正確に。もう一つのヒントは、ボキャブラリージャーナルをつけることです。新しい単語に出くわしたら、その意味や用法とともに文章に書き留めておきましょう。ボキャブラリージャーナルをつけるのは素晴らしいアイデアです。私が出会った新しい単語を復習したり補強したりするのに役立ちます。これからそれを始めるつもりです。それは素晴らしい。語学学習では一貫性が鍵となります。定期的にボキャブラリーを見直す習慣をつけて、定着率を高めましょう。ボキャブラリーの復習に一貫性を持たせるようにします。私が学んだことをしっかりと定着させることは重要です。他に何かおすすめの戦略はありますか？もう一つの効果的な方法は、映画やテレビ番組を視聴したり、英語でポッドキャストを聞いたりすることです。自然な発話パターンに触れることができ、リスニングスキルの向上に役立ちます。映画やテレビ番組を見たり、英語でポッドキャストを聞いたりするのは楽しいですね。英語に没頭し、理解を深めるために耳を鍛えるのに最適な方法です。絶対に。学習は楽しいものでなければなりません。面白いリソースを使うことで、プロセスをより魅力的で効果的なものにすることができます。語学コースやレッスンの受講を検討したことはありますか？考えたことがある。語学コースやレッスンを受けることで、体系的なガイダンスや練習の機会を得ることができます。それは間違いなく私が検討していることです。それは嬉しいですね。
語学コースは強固な基盤を提供し、より早く上達するのに役立ちます。多くの場合、インタラクティブなアクティビティや他の学習者と交流する機会を提供しています。インタラクティブなアクティビティや他の学習者と交流する機会があれば有益です。同じ語学学習の旅をしている仲間と一緒に練習することは常に役に立ちます。絶対に。他の学習者と協力することで、支援的でやる気が出る環境を提供できます。語学の習得は途切れることのない旅なので、その過程を楽しんでください。それを心に留めておくよ。プロセスを楽しみ、その過程で小さな勝利を祝うことで、モチベーションが保たれます。ご指導と励ましをありがとうございます。どういたしまして。言語を学ぶには時間と労力がかかりますが、やりがいのある旅です。私はあなたをサポートするためにここにいますので、何か助けが必要な場合は遠慮なく連絡してください。頼れる人がいることを知っていると、この旅はさらにエキサイティングになります。これからも一緒に学び、成長していきましょう。レッスン8、朝のルーチン。こんにちはアナ。私は7時に目が覚めました。あなたはどう？こんにちは、ジョン。6時30分に目が覚めた。朝起きたらまず何をしますか？私が最初にすることは、体を目覚めさせるためにストレッチをしてコップ一杯の水を飲むことです。気分をリフレッシュさせてくれます。あなたはどう？それは一日を始めるのに最適な方法です。私は大抵朝一番にベッドを作ります。それは私に達成感と片付け感を与えてくれます。ベッドを作るのは良い習慣です。その日はポジティブな雰囲気を醸し出してくれる。その後、歯を磨いたり、顔を洗ったりするのが好きです。口腔衛生に気を配り、顔をリフレッシュすることが不可欠です。清潔感を保ち、次の日に備えるのに役立ちます。すぐに朝食をとりますか？いいえ、すぐには朝食をとりません。私は大抵朝の体操をしたり、新鮮な空気を吸うためにちょっと散歩したりするのが好きです。それは健康的なルーチンです。朝のエクササイズや散歩は活力を与え、体を動かすことができます。朝一番に朝食をとる方がいいよ。起きたらすぐに朝食をとるのは良い習慣です。一日を始めるのに必要な燃料を補給してくれます。あなたは普段、朝食に何を食べますか？私は大抵フルーツを入れたオートミールとお茶を一杯飲みます。栄養たっぷりで満足のいく一日の始まりです。あなたはどう？朝食には、全粒粉トーストとコーヒーを添えたスクランブルエッグを食べるのが好きです。それは私にかなりのエネルギーを与えてくれます。一日の予定は午前中にするの？はい、そうです。朝食後、少し時間をとって、その日のタスクと優先事項を計画するのが好きです。整理整頓と集中力を保つのに役立ちます。午前中に一日の計画を立てるのは賢いアプローチです。明確な方向性を定め、時間を最大限に活用できるようにします。他に実践している朝のリチュアルはありますか？私が楽しんでいるもう一つの朝の習慣は、数分間瞑想をしたり、深呼吸をしたりすることです。リラックスして、その日のポジティブな考え方を身につけるのに役立ちます。瞑想や深呼吸を取り入れることは、一日を始めるのに最適な方法です。心に落ち着きと明快さをもたらすことができます。他に朝の日課はありますか？
私が有益だと思うもう一つのルーチンは、朝食中に本を数ページ読んだり、ポッドキャストを聞いたりすることです。それは私の心を刺激し、何か新しいことを学ぶことを可能にします。朝食中にポッドキャストを読んだり聞いたりするのは素晴らしい習慣です。朝の時間を有効活用する生産的な方法です。朝のルーチンを終えた後の気分はどうですか？朝のルーチンを終えた後、その日の準備が整い、元気が出ました。ポジティブな調子になり、一日を正しいスタートに導いてくれます。あなたはどう？私も同じように感じます。朝のルーティンに従うことで、集中力が高まり、何が起こっても取り組む準備ができていると感じます。一日の始まりにぴったりな方法です。レッスン9、テクノロジーの力。アンナさん、こんにちは。テクノロジーが私たちの日常生活にどれほどの影響を与えているか考えたことはありますか？こんにちは、ジョン。確かに、テクノロジーは私たちの日常業務や経験を形作る上で重要な役割を果たしています。本当に信じられないことです。それは本当です。目覚めた瞬間から寝るまで、テクノロジーは私たちの生活に欠かせないものになっています。テクノロジーにはとても大きな影響があります。間違いなく。私たちは通信、情報、娯楽などをテクノロジーに頼っています。テクノロジーは私たちの生活や世界との交流の仕方を変えました。これ以上は同意できませんでした。スマートフォンを例にとってみましょう。スマートフォンは私たちの絶え間ない仲間となり、私たちが常につながり、豊富な情報にアクセスできるようになっています。スマートフォンは私たちのコミュニケーション方法に革命をもたらしました。世界中の人々と瞬時につながり、メッセージを送信したり、電話をかけたり、ビデオチャットを行ったりすることができます。テクノロジーが世界をいかに小さく感じさせたかは興味深いことです。デバイスを数回タップするだけで、仮想的に旅行したり、異なる文化を探求したり、多様な視点について学んだりすることができます。絶対に。インターネットは膨大な知識と機会を開きました。家を出ることなく、あらゆるトピックを研究し、オンラインコースを受講し、視野を広げることができます。それがテクノロジーの美しさです。学習がより身近で便利になりました。教育ウェブサイトから語学学習アプリまで、すぐに利用できる豊富なリソースがあります。言語学習について言えば、テクノロジーは私たちのアプローチ方法を本当に変えました。今では、語学学習プラットフォームにアクセスしたり、言語交換アプリで練習したり、ネイティブスピーカーとバーチャルで会話したりできるようになりました。テクノロジーが言語学習をいかにインタラクティブで魅力的なものにしているかは驚くべきことです。ポッドキャストを聞いたり、ビデオを見たり、AI 搭載の言語アシスタントを使って練習したりスキルを向上させたりすることもできます。絶対に。テクノロジーはエンターテインメント業界にも革命をもたらしました。いつでもどこでも映画をストリーミングしたり、テレビ番組を一気見したり、新しい音楽を発見したりできます。これにより、エンターテインメントの選択肢が飛躍的に広がりました。エンターテインメントの選択肢は無限大です。没入感のあるゲーム体験を楽しんだり、様々なトピックのポッドキャストを聞いたり、ソーシャルメディアプラットフォームを通じて独自のコンテンツを作成して共有したりすることもできます。ソーシャルメディアは確かに自己表現とつながりのための強力なツールになっています。私たちは自分の考え、経験、創造性を世界中の視聴者と共有し、その過程で有意義なつながりを育むことができます。テクノロジーが私たち自身の表現方法をどのように変えたかは驚くべきことです。テキスト、画像、動画、さらにはライブストリームを通じてコンテンツを作成し、共有することができます。
すべての人に発言権を与えてきました。確かに。テクノロジーによって私たちの声は広がり、世界規模での会話や議論に貢献できるようになりました。テクノロジーは情報を民主化し、個人に力を与えてきました。テクノロジーが私たちの日常生活に与える影響は否定できません。利便性、接続性、そして無限の可能性をもたらしました。私たちはこのデジタル時代に生きることができて幸運です。絶対に。テクノロジーが進化し続けるにつれて、私たちの未来はさらに大きく形作られるでしょう。これから待ち受ける可能性や、それが私たちの生活にどのような影響を与え続けるかを考これ以える上はとワクワ同意クします。できませんでした。私たちはその影響にも注意しながら、これらの技術の進歩を受け入れ、それに適応すべきだ。それは継続的な学習と成長の旅です。よく言った。責任あるデジタル市民でありながら、テクノロジーの利点を最大限に活用しながら、日々の生活の中でテクノロジーの力を探求し、活用していきましょう。絶対に、テクノロジーはチャンスの世界を切り開いてきました。それを賢く切り抜けるかどうかは私たち次第です。それを最大限に活用し、共に学び、成長し続けましょレッスン10、リテールセラピー。アンナさん、こんにちは。最近買い物に行きたい気分です。あなたはどう？こんにちは、ジョン。こっちも同じ。リテールセラピーは若返り効果がある。近々、一緒に買い物旅行を計画しましょう。それは素晴らしいアイデアのようですね。いろんな店を見て回って、ワードローブに新しく加わったものを見つけることができます。絶対に。最新のファッショントレンドをブラウズしたり、様々な衣装を試着したりするのも楽しいでしょう。特に新しいシャツやスタイリッシュなジャケットを購入したいと思っています。何を買おうとしてるの？新しいジーンズと多用途のトップスがいくつか必要です。ワードローブにはいつも定番のアイテムがあるといいですね。間違いなく、用途の広い衣料品があると、簡単に組み合わせることができます。いくつかのキーピースだけで様々な衣装を作ることができます。それこそが厳選されたワードローブの魅力です。時間の節約になり、朝の着替えもずっと楽になります。絶対に、私たちの個人的なスタイルを反映し、様々な方法で着用できるアイテムを見つけることがすべてです。量より質。これ以上は同意できませんでした。高品質の衣類に投資することで、耐久性と寿命が保証されます。これはファッションに対するより持続可能なアプローチです。持続可能性は間違いなく考慮すべき重要な側面です。倫理的で環境に優しい取り組みを優先するブランドを支援することは不可欠です。絶対に。私たちの価値観に合致し、責任あるファッションを促進するブランドを選ぶことで、私たちは自分たちの役割を果たすことができます。地元のブティックを探索したり、中小企業を支援したりする価値もあると思います。彼らはしばしばユニークで他に類を見ない作品を提供しています。私は完全に同意します。地元のブティックは、よりパーソナライズされたショッピング体験を提供し、発見されるのを待っている隠れた宝石が隠れていることがよくあります。人混みとは一線を画すユニークなものを見つけるのはいつもワクワクします。あなたのスタイルにちょっとした個性を加えてくれます。絶対に。ファッションは自己表現の一形態であり、私たちの心に響く作品を見つけることは、私たちの個性をアピールする素晴らしい方法です。
買い物旅行がだんだん楽しみになってきた。昼食をとったり、その地域のいろんなお店を散策したりして、一日を過ごすことができますよ。それは素晴らしいですね。最新情報を入手し、楽しみ、ショッピングセラピーにふける絶好の機会です。これ以上は同意できませんでした。少し時間をとって、買い物や友達と過ごすといったシンプルな楽しみを楽しむことが大切です。絶対に。人生のバランスを見つけ、私たちに喜びをもたらすものを受け入れることがすべてです。よく言った。このショッピング旅行をすぐに計画して、ファッション、笑い、そして良い仲間でいっぱいの思い出に残る一日にしましょう。楽しみです。素晴らしい一日になりそうだ。おしゃれな発見を一緒に行いましょう。間違いなく、ショッピングアドベンチャーになりそうです。待ちきれません。レッスン11、食料品の買い物。こんにちはアンナ。私はちょうど食料品の買い物から戻ったところです。何を買ったか当ててみろ。こんにちは、ジョン。好奇心が強い。店から何をもらったの？卵、牛乳、パン、鶏肉、おやつを買いました。今週の準備は万端だと思う。それは充実した買い物リストのように思えます。必需品はすべて揃っています。絶対に。週を通して様々な食事を準備するには、様々な食材を用意することが重要です。これ以上は同意できませんでした。品揃え豊富なパントリーがあると、キッチンの柔軟性と創造性が高まります。それは本当です。私はいろいろなレシピを試すのが好きで、様々な材料を手元に置いておくと簡単になります。新しい料理や味を試すのはいつも楽しいです。料理はそれ自体が冒険になり得ます。私は完全に同意します。様々な料理を探求し、料理の視野を広げるのに最適な方法です。スナックといえば何を食べましたか？お気に入りは？チップス、ナッツ、チョコレートバーをいくつか拾いました。そんな贅沢なひとときにおやつを用意しておくのはいいことだ。絶対に。時々少しの甘やかさでも全く問題ありません。バランスがすべてです。それは本当です。美味しいおやつなど、人生のちょっとした楽しみを楽しむことが大切です。間違いなく。そして、品揃えの豊富なパントリーがあるということは、店に行かなくても欲求を満たすことができるということです。利便性が鍵です。家には必要なものがすべて揃っているのが好きなので、頻繁に食料品店に行く必要はありません。時間と労力を節約できます。さらに、まとめて購入するか、事前に計画を立てる方が費用対効果が高くなります。私も同感です。食事の計画を立て、買い物リストを作ることで、整理整頓を保ち、衝動買いを避けることができます。それは素晴らしい戦略です。無駄を減らし、食事に必要なものがすべて揃っていることを保証します。絶対に。食料品の買い物や料理への心のこもったアプローチです。ところで、生鮮品は手に入りましたか？バランスの取れた食事には欠かせません。はい、果物と野菜を買いました。栄養素がたっぷり入っていて、食事に新鮮さを添えてくれます。それは素晴らしいです。
食事に様々な果物や野菜を取り入れることは、健康全般にとって重要です。これ以上は同意できませんでした。体に良い食べ物で栄養を与えることがすべてです。品揃え豊富なキッチンがあるようですね。これからの1週間は料理と食事を楽しんでください。ありがとうございます。買った材料で新しいレシピを試すのが楽しみです。それは素晴らしいです。料理は創造的でやりがいのある経験になり得ます。その一瞬一瞬を楽しんでください。私がします。チャットありがとうございます。さあ、美味しい食事の準備を始めた方がいいよ。レッスン12、オンザロード。アンナさん、こんにちは。質問があります。運転免許証は持っていますか？こんにちは、ジョン。はい、運転免許証は持っています。数年前に取ったんだ。それは素晴らしいです。運転免許証を持っていると、自由に旅行したり、新しい場所を探索したりできます。絶対に。公共交通機関だけに頼らず、運転できるのは便利です。私も同感です。時間を大幅に節約でき、特に長距離の通勤もずっと楽になります。間違いなく。さらに、運転免許証を持っていると、運転を必要とする仕事の機会が広がります。それは本当です。配達ドライバーや営業担当者など、多くの職業には有効な運転免許証が必要です。身につけておくと貴重なスキルです。これにより、多様性が増し、キャリアの可能性が高まります。想像できます。ところで、今、運転免許証は持っていますか？確かに、ここにあります。運転するときはいつも必ず持ち歩いているよ。それはあなたの責任です。ライセンスを提示する必要がある場合に備えて、すぐに手元に用意しておくことが重要です。絶対に。これは法的要件であり、道路の安全を維持するのに役立ちます。私は完全に同意します。交通法規を遵守することは、すべての人の健康にとって極めて重要です。責任あるドライバーになることがすべてです。ルールを守り、自分と他人の安全を守りましょう。間違いなく、車両を運転するときは、常に安全が最優先されるべきです。ところで、運転を学んでいる人に何かアドバイスはありますか？承知しました。重要なヒントの一つは、様々な天候や交通状況など、様々な運転条件で定期的に練習することです。それは素晴らしいヒントです。自信をつけ、道路上の様々なシナリオに備えるのに役立ちます。もう一つのヒントは、集中力を保ち、運転中に携帯電話を使用したり食事をしたりするなど、注意散漫にならないようにすることです。絶対に。注意散漫な運転は危険であり、事故のリスクを高めます。また、車線を変更する前に、必ず方向指示器を使用し、視覚を確認してください。それは重要なリマインダーです。適切な信号伝達と視覚の確認により、スムーズで安全な車線変更が可能になります。最後に、常に速度制限を守り、周囲に注意してください。警戒を怠らず、潜在的な危険を予測してください。賢明なアドバイス。
速度と周囲に注意することは、事故を防ぎ、責任ある運転を促進するのに役立ちます。さて、運転免許証を共有してくれて、チャットしてくれてありがとう。道路では責任ある運転をすることが大切です。レッスン13、ホームデコレーション。アンナさん、こんにちは。今日、リビング用のカラフルな絵を見つけました。それは楽しい追加のように思えます。他に何を探せばいいの？こんにちは、ジョン。カラフルな絵は、リビングに活気を与えること間違いなしです。また、ソファに装飾用の枕を用意することも検討してください。いいアイディアだ。装飾用の枕はポップな色を加え、空間をより魅力的にします。他に何が？スタイリッシュなエリアラグを探すといいかもしれません。部屋をつなぎ合わせて居心地の良い雰囲気を演出できます。それは素晴らしい提案です。エリアラグは座席エリアを際立たせ、部屋に質感を加えることもできます。次は何？屋内植物を手に入れてみてはいかがですか？室内に自然を感じさせるだけでなく、空気の質も改善します。私はそのアイデアが好きです。室内の植物は爽やかな雰囲気を作り出し、静けさを醸し出すことができます。他に何か提案はありますか？棚や壁掛けの本棚を追加することを検討してください。本や装飾品の収納スペースと展示スペースの両方を提供します。それは実際的な提案です。棚は部屋を整理整頓したり、身の回り品を展示したりするのに役立ちます。他に何かある？照明は不可欠です。ユニークなテーブルランプやフロアランプを探して、周囲の照明を作り、雰囲気を整えましょう。私も同感です。適切な照明は部屋全体の雰囲気を高めることができる。これは考慮すべき重要な側面です。他にアイデアは？装飾用の鏡を追加してみてはいかがですか？それらは機能的な目的を果たすだけでなく、部屋をより広く見せることにもなります。それは賢い提案です。鏡は光を反射して、より広い空間のような錯覚を作り出すことができる。気に入っています。他に何が？カーテンやブラインドを忘れないでください。プライバシーを確保するだけでなく、窓に優雅さを添えます。絶対に。カーテンやブラインドは部屋の外観を完成させ、居心地の良さを増します。最後に何か提案はありますか？ウォールアートや額入りの写真を追加することも検討してください。彼らはスペースをパーソナライズして、あなたの興味をアピールすることができます。私はそのアイデアが大好きです。ウォールアートや写真は個性を加え、空間を自宅のように感じさせてくれます。ご提案ありがとうございます。レッスン14、フィットネスジャーニー。アンナさん、こんにちは。定期的にジムに通っているのに気づきました。それはいい兆候だ。達成感が増し、活力が湧いてきましたか？こんにちは、ジョン。はい、フィットネスルーチンにもっと時間を割いてきましたが、とても良かったです。その後、達成感が増し、活力が湧いてきたように感じます。それは素晴らしいです。定期的な運動は、体と心の両方に多くのメリットをもたらします。これまでどんな種類のトレーニングをしてきたんですか？ずっと混同してたんだ。ランニングやサイクリングなどの有酸素運動と、ウェイトやレジスタンスバンドを使った筋力トレーニングを組み合わせてやっています。
それはバランスの取れたルーチンのようですね。有酸素運動は心臓血管の健康に役立ち、筋力トレーニングは筋肉を鍛え、新陳代謝を高めます。他に好きなエクササイズはありますか？また、ヨガやストレッチなどの柔軟性のあるエクササイズも取り入れています。姿勢を改善し、しなやかさを保つのに役立ちます。これは賢い追加です。柔軟性エクササイズは全体的な可動域を広げ、怪我を防ぐことができます。モチベーションを保つにはどうすればいいですか？私は自分自身に具体的な目標を設定し、進捗状況を追跡します。時間をかけて改善してきたのを見ると、モチベーションが保たれます。目標設定は素晴らしい戦略です。目標に向かって取り組むべきことが与えられ、集中力を維持するのに役立ちます。ワークアウトの時間はどうやって見つけますか？私は自分のフィットネスルーチンに優先順位をつけ、それを毎日のスケジュールに組み込んでいます。他の重要なタスクと同様、これは私のスケジュールの中で譲ることのできない部分になります。フィットネスを優先することで、確実に時間を割り当てることができます。フィットネスを始める人に何かアドバイスはありますか？小さく始めて、徐々に強度を上げてください。体の声に耳を傾け、あまりにも早く無理をしすぎないようにすることが重要です。賢明なアドバイス。フィットネスルーチンの構築には時間がかかり、快適なペースで上達することが重要です。他に何かアドバイスはありますか？楽しいアクティビティを見つけましょう。ダンス、水泳、スポーツなどが考えられます。ワークアウトを楽しむと続けやすくなります。それは素晴らしい点です。好きなアクティビティに参加することで、エクササイズは雑用というよりはむしろ楽しい趣味のように感じられます。洞察を共有していただきありがとうございます。レッスン15、自然を受け入れる。アンナさん、こんにちは。もっと新鮮な空気と日光を取りたいと思っています。それはいい考えだね。野外活動をするよ。こんにちは、ジョン。屋外で過ごす時間は爽快で気分が高揚します。どんな野外活動を考えていますか？定期的にハイキングやネイチャーウォークに行くことを考えています。自然とつながり、身の回りの美しさを楽しむのに最適な方法です。それは素晴らしいですね。ハイキングやネイチャーウォークは体を動かすだけでなく、自然界を鑑賞することもできます。他に興味のある野外活動はありますか？ガーデニングを始めることも考えています。自分で果物や野菜を育てて、庭で過ごせるといいですね。ガーデニングは素晴らしいアイデアです。植物を育てたり、活気ある庭の美しさを楽しんだりできる、やりがいのある趣味です。屋外で他に何ができるの？公園でピクニックをしてみることもできます。リラックスしたり、食事をしたり、友人や家族と一緒に楽しんだりする絶好の機会です。ピクニックは屋外で時間を過ごすのに楽しい方法です。楽しい雰囲気を醸し出し、美味しい料理を味わう機会を与えてくれます。新しい場所を探索してみてはいかがですか？絶対に。新しい場所を探索したり、ロードトリップに出かけたりするのはエキサイティングです。隠れた宝石を発見し、思い出に残る体験をすることができます。これ以上は同意できませんでした。ロードトリップは冒険心があり、様々な風景の美しさを目の当たりにする機会を与えてくれます。自然を受け入れるために他に何ができるでしょうか？サイクリングやカヤックなどのアウトドアスポーツを試すことができました。
アウトドアを楽しむためのスリリングでアクティブな方法を提供します。アウトドアスポーツは素晴らしいアイデアです。体を動かし続けるだけでなく、自然の素晴らしさを理解することもできます。最後に何か考えは？自然の中にいることの利点を覚えておくことは重要です。気分を改善し、ストレスを軽減し、全体的な健康を促進することができます。絶対に。自然には私たちを若返らせ、静けさを感じさせる方法があります。屋外で過ごす時間が増えるよう、意識的に努力しましょう。同意した。自然とのつながりを優先して、自然がもたらす無数の報酬を享受しましょう。議論していただきありがとうございます。レッスン16、アートを探る。アンナさん、こんにちは。アートの探求に興味があるそうですね。楽しそうだね。探している特定のスタイルは？こんにちは、ジョン。抽象芸術に興味があります。表現と解釈の自由には興味をそそられます。あなたはどう？抽象芸術は魅力的です。私は印象派の方に傾いている。光と色を使って瞬間を捉えるのはありがたいです。印象派は美しい。一瞬の印象や光の遊びの描写の仕方が活気に満ちた感覚を生み出します。好きなアーティストはいますか？私はクロード・モネのファンです。彼の風景と睡蓮のシリーズは魅惑的です。彼の自然描写の仕方は魅力的です。モネの作品は実に魅力的です。彼が自然の本質とその変化する性質を捉えている方法は本当に驚くべきものです。他に気になるアートスタイルはありますか？シュールレアリスムにも惹かれます。シュールレアリスムの作品に見られる夢のような想像力豊かな要素に興味をそそられます。まるで別の世界に入ったかのようです。シュールレアリスムは考えさせられます。無関係な物体の平地と潜在意識の探求が興味をそそります。シュールレアリスムで特に尊敬しているアーティストはいますか？サルバドール・ダリは著名なシュールレアリストアーティストです。パーシスタンス・オブ・メモリーに登場する彼のとろけるような時計は象徴的であり、神秘的な感覚を呼び起こします。ダリの作品は実に神秘的で考えさせられます。象徴性と型にはまらないイメージが魅惑的な体験をさせてくれます。他に探求したいアートスタイルはありますか？ポップアートにも興味があります。鮮やかな色彩、大胆なイメージ、ポピュラーカルチャーの反映がダイナミックで魅力的な作品に仕上がっています。ポップアートは確かにダイナミックです。日常のオブジェやアイコンを大胆で活気に満ちた方法で表現する手法は視覚的に刺激的です。特に興味のあるポップアーティストはいますか？アンディ・ウォーホルはポップアートの著名人です。彼のアイコニックなキャンベルのスープ缶やマリリン・モンローのプリントは広く知られています。ウォーホルの作品はポップアートに大きな影響を与えました。イメージの繰り返しと消費者文化の探求は考えさせられます。議論していただきありがとうございます。どういたしまして。あなたと一緒にさまざまなアートスタイルを探求できて光栄でした。これからもアートの世界を高く評価し、受け入れていきましょレッスン17、アウトドアマーケットの探索。アンナさん、こんにちは。午後に屋外マーケットに行ったことはありますか？あなたはどう？
こんにちは、ジョン。はい、午後にいくつかの屋外マーケットに行ったことがあります。活気があって活気に満ちていると思います。今朝早く行ったんだけど、かなり忙しかった。ワクワクしそうですね。賑やかな雰囲気と野外市場で手に入るさまざまな商品を楽しんでいます。市場では何を見ましたか？新鮮な果物や野菜、職人の工芸品、さらには生演奏もありました。五感を刺激するごちそうでした。何か面白いものは見つかりましたか？ユニークな手作りのジュエリーを売っている屋台に出くわしました。職人技と細部へのこだわりが印象的でした。何か買った？美しい手書きのセラミック花瓶を買わずにはいられませんでした。家の装飾に素敵なアクセントになるでしょう。地元の料理は食べましたか？はい、タコス、アル、パストールという美味しい屋台料理を食べてみました。アンナ、マリネした豚肉、パイナップル、スパイスの組み合わせは食欲をそそりました。あなたはどう？私は焼きたてのアップルパイの天国のようなスライスにふけりました。温かいフレーク状の皮とシナモンを染み込ませた甘いフィリングは美味しかったです。ストリートパフォーマーに出会ったことはありますか？ギターを弾き、フォークソングを歌っている才能あるストリートアーティストに出会いました。彼のソウルフルな声は聴衆を魅了した。公演は楽しかったですか？伝統文化舞踊を披露するダンサーのグループに魅了されました。彼らの鮮やかな衣装とリズミカルな動きは目を楽しませてくれました。ユニークなベンダーに気づきましたか？手作り石鹸や天然スキンケア製品を販売しているベンダーがありました。香りは素晴らしく、製品は環境に優しかったです。訪問で他に印象に残っていることはありますか？ヴィンテージの本やアンティークの宝物を売る居心地の良いコーナーを発見しました。タイムカプセルに足を踏み入れたようでした。何時間でもブラウジングできたのに。議論していただきありがとうございます。どういたしまして。屋外市場を探索するのはいつも楽しい経験です。これからも活気に満ちた空間を探し続け、地元の文化を受け入れてみましょう。レッスン18、クリエイティブな支払い計画。アンナさん、こんにちは。私たちのプロジェクトについて考えていて、支払い計画について話し合いたいと思いました。それをどのように構成できるかについてのアイデアはありますか？こんにちは、ジョン。マイルストーンに基づいたプログレッシブ支払いプランが良いアプローチだと思います。これにより、進捗状況を確認し、それに応じて報酬が支払われるようになります。私も同感です。どう思いますか？プロジェクトの進捗に合わせた支払い計画を立てることが重要です。マイルストーンの細分化をどのように提案しますか？プロジェクトの安全を確保するために、最初の入金から始めることができます。その後、主要な成果物やプロジェクトフェーズのマイルストーンを設定できます。どのマイルストーンが最も効果的だと思いますか？プロジェクトを設計段階、開発段階、テスト段階に分けることが適切なマイルストーンになると思います。フェーズの完了ごとに支払い率を設定できます。最終支払いはどうですか？最終的な支払いは、プロジェクトの完了とクライアントの承認に結びつけられます。これにより、プロジェクトが完了したとみなされる前に、すべての要件が満たされていることが保証されます。支払い率について何か提案はあプロジェクりますか？ト総費用の 20% に設定できます。そして、各マイルストーンについて、完了時に 30% を割り当てることができます。
残りの 20% は最終支払いに充当できます。どう思いますか？それは公平に聞こえます。これにより、マイルストーンをタイムリーに完了するためのインセンティブが得られ、最終的な支払いがクライアントの満足度に基づいて行われることが保証されます。これまでに同様の支払い方法を使用したことはありますか？過去にプログレッシブ支払いプランを使用したことがあります。これにより、プロジェクト全体を通して安定したキャッシュフローを維持し、双方が確実にプロジェクトの成功にコミットできるようになります。他に検討すべき提案はありますか？当初の範囲を超えた改定や追加作業に関する条項を含めたい場合があります。これらが支払いプランでどのように処理されるかを説明することが重要です。他に話したいことはありますか？それは良い点です。追加作業のための引き当て金を含めて、その場合の時給または別の支払い体系を決定することができます。議論していただきありがとうございます。レッスン19、アウトドアアドベンチャーの必需品。アンナさん、こんにちは。キャンプ旅行を計画していて、持っていくべき必需品について何か提案はないかと思っていました。こんにちは、ジョン。キャンプはいいアイディアですね。キャンプ用品以外にも、キャンプ用の調理器具やナビゲーションツールもチェックできます。どう思いますか？それは良い点です。適切な調理器具があると、食事の準備がずっと簡単になる。どのような種類の調理器具を検討すべきでしょうか？ポータブルコンロ、軽量の鍋とフライパンのセット、調理器具を持参する必要があります。アウトドアを楽しみながら、様々な食事を作ることができます。キャンプのチェックリストに他に追加すべきことはありますか？ナビゲーションツールは不可欠です。コンパス、地域の地図、可能な場合は GPS デバイスを持参できます。馴染みのない地域を探索している間は、方向性を保つことが重要です。他にどんなギアがおすすめですか？また、快適な夜の休息のために、信頼性の高いテント、寝袋、スリーピングパッドを用意する必要があります。さらに、夜間はヘッドランプとランタンが必要な照明を提供します。他に検討すべきギアはありますか？天候や地形に適した適切な衣類や靴を用意することが重要です。また、安全と快適さのために、応急処置キット、虫除け、日焼け止めを持参する必要があります。他に何か必要なものはありますか？携帯用浄水器または浄水タブレットを忘れずに持参してください。キャンプ中は清潔な飲料水を確保することが重要です。さらに、キャンプチェアやハンモックはリラックスできる快適な場所にもなります。他に何か話したいことはありますか？キャンプの場所を調べて、規制や制限事項をよく理解しておくことをお勧めします。旅行を最大限に活用するために、ハイキングや釣りなどのアウトドアアクティビティも計画しましょう。議論していただきありがとうございます。レッスン20、旅行用の荷造り。アンナさん、こんにちは。旅行の準備をしています。あなたはどう？荷造りは軽いのですか？それともたくさん荷物を持ってきますか？こんにちは、ジョン。私は荷物を軽くするのが好きです。小さなカバンを持ってきてるだけだよ。あなたはどう？何を持っていくつもりなの？バックパックとスーツケースがあります。選択肢があって、様々な状況に備えておくのが好きです。どの服を詰めるか決めましたか？はい、ミックス&マッチできる万能な服を選びました。様々な気象条件に合わせて、パンツ、シャツ、重ね着を数組持ってきます。あなたはどう？
梱包している特定の衣料品はありますか？着心地の良い服とフォーマルな服装を組み合わせて梱包しています。そうすれば、カジュアルな外出にも、どんなフォーマルなイベントにも備えることができます。トイレタリーや身の回り品についてはどうですか？旅行用サイズのバスアメニティと歯磨き粉、シャンプー、日焼け止めなどの必需品を詰めました。小さな応急処置キットと必要な薬も用意しています。あなたはどんな身の回り品を持ってきますか？洗面用品は別のトイレタリーバッグに入っています。また、旅行用サイズの洗濯用洗剤と、あらゆる電子機器用のユニバーサルアダプターも用意しました。アクセサリーやガジェットはどう？小さな旅行用傘、再利用可能なウォーターボトル、携帯電話用のモバイルバッテリーを持ってきました。旅行中にこれらのアクセサリーを手元に置いておきたいです。ガジェットやその他のアクセサリーは持参しますか？ポータブル充電器、カメラ、旅行用枕があります。これらのガジェットとアクセサリーは、私の旅行体験をより充実させるでしょう。旅のエンターテイメントについて考えたことはありますか？はい、旅行用に本を詰めて、ポッドキャストをいくつかダウンロードしました。長時間のフライトや電車に乗っている間は、エンターテイメントオプションを用意しておくと良いでしょう。あなたはどうですか？娯楽の予定は？タブレットに映画を何本かロードして、カードのデッキを詰めました。これがあればどんなダウンタイムでも楽しませてくれます。他に梱包を検討すべきことはありますか？パスポートや身分証明書などの重要な旅行書類を忘れないでください。いつでも簡単にアクセスできるようにしておくことをお勧めします。また、必要な予約や確認がすべて揃っているかどうかも再確認しましょう。絶対に。旅行書類の確認と整理は非常に重要です。スムーズで楽しい旅行に必要なものがすべて揃っていることを確認しましょレッスン21、自然との出会い。アンナさん、こんにちは。ハイキングコースで思い出に残る体験をしたことはありますか？こんにちは、ジョン。はい、小道で鹿の家族が草を食べているのを見たことがあります。息を飲むような光景でした。ハイキング中に野生動物に遭遇したことはありますか？絶対に。別のトレイルで優雅に歩いているキツネに出くわしました。魔法のような瞬間でした。自然の生息地で動物を観察するのは楽しいですか？間違いない。野生生物を間近で見て、その行動を観察するのは魅力的です。自然のつながりを思い出させてくれます。他に面白い出会いはありましたか？はい、新しいトレイルを探索している時に隠れた滝に出くわしたことがあります。流れ落ちる水の音は魅惑的でした。自然界に隠された宝物を発見したことはありますか？絶対に。野生の花が咲き乱れる人里離れた牧草地を見つけたことがある。まるでおとぎ話に足を踏み入れたかのようでした。ユニークな風景に出会ったことはありますか？はい、山の頂上までハイキングして、息を飲むようなパノラマビューを目の当たりにしました。すべての努力が報われました。やりがいのあるハイキングを制覇したことはありますか？私はいくつかの急なトレイルを走ったことがあり、頂上にたどり着くことは信じられないほどやりがいがありました。達成感は言葉では言い表せません。ハイキング中に何か障害物に遭遇したことはありますか？倒れた木々が道を塞いでいる鬱蒼とした森の中を航行しなければならなかったことがあります。それには慎重な操作と問題解決のスキルが必要でした。
似たような課題に直面したことはありますか？大雨の後、泥だらけのトレイルに出くわしたことがありますが、ハイキングに冒険の要素が加わりました。自然の予測不能さに気づかされました。ハイキングの経験から何か教訓を得たことはありますか？絶対に。ハイキングは、備え、自然を尊重すること、障害を乗り越えることの大切さを教えてくれました。それは絶え間ない学習の旅です。ハイキングから何か貴重な洞察を得ましたか？ハイキングはシンプルさの美しさと日常の忙しさから切り離すことの大切さを教えてくれました。自分自身と自然とのつながりを取り戻すチャンスです。今後、ハイキングの予定はありますか？わかるよ。来週末、近くの国立公園でトレイルをハイキングするつもりです。新しい地形を探検して、もっと記憶に残る体験ができることにワクワクしています。レッスン22、ロードトリップの計画。アンナさん、こんにちは。今度のロードトリップの風光明媚なルートを調べたことはありますか？こんにちは、ジョン。はい、いくつかのオプションを検討しました。あるルートでは、海岸線に沿って息を飲むような海の景色を眺めることができます。何か面白いルートは見つかりましたか？絶対に。絵のように美しい山脈を通り、素晴らしい景色を楽しめるルートを発見しました。自然愛好家にはぴったりです。途中で宿泊施設の選択肢を考えたことはありますか？間違いない。ルート沿いの趣のある町にある魅力的なベッド&ブレックファーストを調べました。居心地の良い本格的な体験ができます。あなたはどう？興味のある特定のタイプの宿泊施設はありますか？自然に囲まれたキャビンやロッジに泊まることを検討しています。森の音を聞きながら目を覚ますといいですね。ユニークなアトラクションやランドマークに出会ったことはありますか？はい、訪れる価値のある隠れた滝と歴史的な灯台を見つけました。ロードトリップにちょっとした冒険と歴史が加わります。面白い停留所を見つけましたか？地元の農産物を味わったり、地域社会と交流したりできる活気のあるファーマーズマーケットに出くわしました。地元の文化に浸る絶好の機会です。アクティビティやハイキングコースについて考えたことはありますか？絶対に。素晴らしい展望台につながるハイキングコースをいくつか見つけました。足を伸ばして自然の美しさを楽しむのに最適な方法です。他に何かアクティビティを考えたことはありますか？途中で自転車を借りたり、風光明媚なサイクリングルートを探索したりすることを検討しました。楽しくて環境に優しい方法で周辺を探索できます。おすすめのレストランや郷土料理は見つかりましたか？はい、その日の新鮮な魚介類で知られる評価の高いシーフードレストランを見つけました。美味しい料理体験ができるでしょう。飲食店は調べたことがありますか？自家製のペストリーと地元で焙煎したコーヒーを提供する魅力的なカフェに出くわしました。のんびりとした朝食をとるのに理想的な場所です。ロードトリップの全体的な所要時間について考えたことはありますか？各目的地を探索して楽しむのに十分な時間を確保するために1週間の旅行を検討しています。リラクゼーションと冒険のバランスが取れています。あなたはどう？ロードトリップはどれくらいの長さにするべきだと思いますか？1週間の旅行に賛成だ。旅を満喫し、風光明媚なルートやアトラクションを最大限に活用するための十分な時間を与えてくれます。予定の最終決定を始めましょうか？